こんにちは。入会9年目、MA 宣告されても死ぬ気はしないみーぽぽです。はい。今日はよく癌になった人に対して頑張れっていう言葉は言わない方がいいっていう周りの人がその癌の人への声掛けに悩むっていうのをよく耳にするんですけど、そのことについてそれが果たしてどうなのか、これは答えがないことだと思うので、私はどう思ったかとかいう話を、させていただく上で参考にでもしてもらって一緒に考えていけたらなと思います。では、なんでそもそもこの話をしようかと思ったかというと、26歳で乳がん告知された時に仲いい周りの友達とかがどう声掛けしていいかを悩んだっていうのを後から結構聞いて、でその頑張れっていう言葉をやっぱりこう調べたみたいなんですよ、友達は。がんになった人に対してどういうふうに声掛けをしたらいいかっていうのを。そしたら頑張れっていうのは言わない方がいいっていうのが出てきて、その頑張れっていう言葉を言わないことにとらわれすぎて、言っちゃいけないって思いすぎてよくわからなかったとか聞いて、実際私はっていうと全然頑張れって言ってもらって大丈夫な人なんですね。しかも頑張れって言ってもらってパワーももらえちゃうぐらいの人なので、一概には多分言えないと思うんですね。で、これって本当にもうそれぞれの個人の見解もあるし、そのがんになった人の状況とかその状態にもよって変わってくると思うので、本当にすごいデリケートな話でもあって、もう本当に答えはなく難しい話だとは思うんですけど、じゃあ頑張れってどういう時に言われたら嫌で、どういう時は言われても大丈夫かなとか考えてみました。確かにすごく頑張って痛いとか言って、痛いって時に頑張れとかって言われたら頑張ってるしとか、すでにもうがんになった人って頑張りすぎてがんになったって言われるぐらいの病気なので、確かにあんまり頑張れっていうのは人によってはしんどく感じるかもしれない。でも本人が頑張るって言ってることに対して、そうなんだ頑張ってねって言うってすごく反対に後押しの応援にもなるので、私はいいかなと思います。それを理解したように聞こえる、理解してくれた、頑張ってねって受け止めてくれた、それさえもでもやっぱりちょっとデリケートだし、私は言いづらいって人もいるのであれば、同じようにがんになった人にも嬉しかった言葉で、私にとっても嬉しかった言葉、共通してた言葉があって、それはよく頑張ってるねっていう言葉でした。私の場合どういう時にその言葉を聞いたかっていうと、まだこうやって標準治療を始める前に、その時すでに腫瘍が握り拳大ぐらいの大きさが飛び出してて、出血がとにかく激しくて、でもう日々大量出血してた時に、ついには救急車で運ばれた時があったんですね。でその時ってそういう標準治療を受けてないし、この動画でもお話ししたように痛み止めもあんまり使いたくなくって、もうただ耐えて泣き叫んでた時だったので、やっぱりお医者さんとか看護師さんとかに、要は医療従事者の方に私は理解されないだろうなっていう思い込みがあって、当然のごとくこんなになるまでほったらかしてみたいな感じで言われるかなっていうのは覚悟してたんですね。要は否定されると思ってました。で、運ばれて、そこが病院とかもそんなこと考えれないぐらい泣き叫んじゃってたんですね。出血しなかった明日の命はないぐらいまで血が出ている私の状態を見て、そのある看護師さんが私の手を握って、よく今まで頑張ってきたねって言ってくれたんですね。それを聞いて私はもう本当にもう今でもちょっと思い出したら涙が出そうになるぐらい、固くなだった心が溶かされるような感覚がありました。だからもしその頑張れとか言うのがちょっと言いにくいなとか、いくら相手が頑張るって本人が言ってても、そこは応援してあげていいと思うんですけど、言いづらいなとかだったら、よく頑張ったねって言葉をかけてあげてはどうかなと思います。改めて思うのは、これを言っちゃダメとか、これがしちゃダメって本当に答えはないと思うんですね。さっきも言ったように、そのがんの人の状況やその環境とか状態にも本当に変わってくると思うので、もちろん性格もあるし捉え方も人によって異なるので、一概には言えないので、本当に難しいデリケートな話だと思います。だからこそその
決まりはないけど、心がけとして私がこれってすごいいいなって、こういうふうに思ってもらってされたことってすごく私はあったかかったな、力になったなって思うのは to do より to be っていうことでした。これってどういうことかっていうと、to do は何かをしなくちゃとか何かをすることだと思うんですけど、困ってる人とかそういう身近な人で特に大切な人が大変な目にあったら、もちろん人って何かしてあげたいって思うと思うんですね。その何かしてあげたいっていうので先行して何かしなきゃとかでする行動よりも、できたら to be、 一緒に、例えばその人が悲しんでるなんて一緒に泣いてあげる、一緒に悲しんであげるとか、その人がすごい嬉しい時は一緒に喜ぶ、要は寄り添うことかな。それが一番何よりも力になって、私はパワーになったなって思います。で、例えば私の周りの友達がしてくれたことで、私がすごくその to be を感じたことって言ったら、私が本当に余命宣告前、もうろくに連絡も誰かと仲いい子にさえ連絡もできてなくて必死で、てかもうそんな携帯も触れなくて、でも本当にちょっとやばくなる前にそれを言ったんですね。そしたら友達がもうびっくりして、もうそんな状態になってるとは知らなくて駆けつけてくれたんですけど、私大阪で、その友達は奈良に住んでて、片道多分2時間近くかかるんですけど、でしかも主婦で子供もいて、で本当に時間がない中2時間かけてきても本当に滞在時間1時間ちょっとしか入れない。でもちろんその時の私って会話もできないから、来てくれたところでもうただ私は泣き叫んでる状態で、来たね言えて精一杯っていう感じだったんですけど、もうその私の顔を見るためだけに来てくれてたんですね。でそれって一見 to do って言われるかもしれないんですけど、その子の心は伝わってきたのは、何かしなくちゃで来てくれたんじゃなくって、本当に私の心に寄り添って、私を思って何か力になりたいって思いでただ来てくれたのはすごい伝わってきて、で何もできなくてごめんって私の横でいつも泣いてたのはすごく印象的で覚えてるんですね。でも確かに何かしてもらったわけじゃなくて、ただ横にいただけで、なんか例えば私が痛くならない何かしてくれたとかしてもらったとか、もちろんそんなことをお医者さんでもないしできないし、でもそんな何か治療以上にただ横にいて横で泣いてたことを、なんか友達は後から私頑張ってる横で、みーパパは頑張ってるのに横で泣いてすごくごめんって言ってくれたんですけど、私は反対に私が辛い時に一緒に辛く悲しんでくれたことはすごく力になって、それ以上のなんかことってないなって思いました。またこう泣けてくるんですけど、そう本当になのでその to be を感じた時には周りの人の大切さにも触れた気がして力にもなって、でも私はこういうふうにすごく感動して、こういうふうに寄り添う心を感じれたけど、私の理学療法士さん来てくれて、理学療法士さんの、知り合い友達に末期がんの人がいたみたいで、彼がひどい時に会いに行った時にすごく罵倒されたらしいんですね。俺の気持ちなんてお前には分からないって言って、ですごくそれはすごくショックだったらしいんですけど、今となってはもうちょっと何かできたかなと思うっていうのは理学療法士さんが後から私に言っていて、でそのお友達が本当に痛くて辛い時そう言って言ってしまう気持ちも全然理解できるんですね、私は。っていうのも本当にどうしようもないぐらい辛いし、もう本当に末期がんで多分痛みもひどかったと思うので、そういう時って責めたくないけどもぶわって感情が出て、自分でももうどうしようもないからこそ嘆きたくなる気持ちもすっごいわかるから、それも理解できる。だからでも罵倒されたから不正解だったわけでも私はないと思って、どこかでちゃんとその方も分かってると思うんですよね。その思い、友達が来てくれた思いとかも分かってるけどただ言ってしまって、で絶対本人は分かってるはずなので、そんなの言いたくないし、好き好んでそんなこと言ってるわけじゃないはずなので、その時にもし友達がそんな風に言ってしまうぐらい本当に辛かったんだねって言ってくれたら、それって本当に感動って簡単な言葉で言えないぐらいすごく嬉しいなって私だったら思います。寄り添って理解してくれたっていう、理解しようと私のその感情を認めてくれた、
どこまで行ってもこの痛みとか辛さは絶対分からなくて当たり前だし、でもだからって言って分からないようで終わるんじゃなくて、あ、そうだったんだねってそのままを受け入れてくれるっていうのが結局人ってすごく力になるのかなって私は思います。もう一つ言うと、私が自分に思ったことなんですけど、その友達とかがよくそうやって分かってあげれなくてごめんって言ってくれた時によく自分に思ったのは、私も私でやっぱりがんになった周りの人の気持ちはどこまで言っても私は分からないんですね、本人だから。で、多分その人にしかない、周りの人にしか分からない辛さがきっとあるんだと思います。どうしてもお互いの立場にはなれないからこそ 100% 分かってあげることは互いにできないから、だからお互いに寄り添って歩み寄れることができたらいいなって、これは今も思っています。お互いに to be で to do より to be で入れたらいいなって私は思います。本当にこれは何度も言うけど、もう個人の見解で答えはないくって、でもきっとがんとかがんの周りの人や家族ってすごく相手を大切に思うからこそ悩みの絶えないテーマだと思うので、一度私はこのふうに感じてたっていうのを、誰かの一つの参考にでもなったらいいかなと思って今回お話しさせてもらいました。よかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた、みーぽぽでした。バイバイ。